こんにちは、ピエールです。見てください、この注意書き。そう、注意書きがあるぐらいですから、かなり危険な魚です。今回はですね、この猛毒を持ったオコゼをさばいていきたいと思います。見てください、このいかつい顔。でもね、この顔に似合わず、味はめちゃくちゃうまいんです。このチャンネルは普段お客様には見せない厨房の仕込み風景を週1回投稿してますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。はい、ではまずさばいていきたいところなんですが、まずはね、この猛毒を取らないといけないんですよ。で、このオコゼなんですが、毒があるのは今ハサミで切っているこの背びれのみです。なのでね、まずこれをさばく前に除去していきたいと思います。除去の仕方は職人さんによってやり方は違うんですが、一番簡単なのはこのハサミで切る方法ですかね。あとはですね、包丁で V の字に入れて、除去したりもします。とにかく刺されると手がもうグローブぐらいの大きさに腫れ上がるそうなので、ほんとね、扱いには気をつけてます。そして外したトゲがこちらですね。うわー、怖いですよね。怖い。で、普通にゴミ箱に捨てていいそうなんですけども、やっぱね、針と同じなのでビニール袋とか貫通するんですよね、普通に。なので新聞紙とかぐるぐる巻きにして厳重に捨ててますね。それぐらい恐ろしいトゲです。はい、ではトゲが取れたら、今度はですね、体を洗っていきます。オコゼっていうのはですね、あまり泳がないそうなんですよ。海中の中にいて、海中の地面ですねの砂とかに隠れて小魚を待ってるそうなんです。なのでね、結構泥まみれなので、たわしとかできれいに洗うようにしてます。そして、水気を切ってですね、次の工程に移りたいと思います。さあ、ではさばいていきましょう。いつものごとく全集中でいきますよ。とりあえずですね、もう手っ取り早く頭を取って、そして中の内臓を取り出したいと思います。基本的にね、この手の魚は皮が柔らかいので、皮に張りを持たせて切れる包丁でスパッと切っていきます。内臓を傷つけないように周りを丁寧に切っていく感じですね。はい、あとはこう引っ張れば内臓が出てきますので、そうですね、こうやって肝だとか、あと卵ですね、これ卵、こういうの使いますので、こういうのは取り外して、あとは除去します。はい、これが卵です。煮たら抜群に美味しいです。はい、あとはね、こうやって血合いをちょっと取って、軽く掃除しますね。どうせね、後でまた水洗いするので軽くでいいです、ここら辺は。はい、で他のやつも同じようにやっていきます。あとはね、これ頭さっき引っ張ったら中にねちょっと残ってるんですよ、こうやって肝とかが。なのでこういうのも大事なので取り分けて、使えるものだけ残して、あとは除去します。肝はね、茹でたり蒸したりして肝醤油として刺身と食べると、これも抜群に美味しいです。あとは頭を半分に叩きます。頭はね、主に味噌汁で使ったりとか、うちの店では粉をつけて唐揚げにしてます。ちなみにうちの店ではオコゼを丸ごと全部食べ尽くしてほしいという思いからですね、オコゼ一式っていうメニューとして出してます。オコゼの身は刺身にして肝醤油、そして唐揚げがですね、さっきの頭、あと中骨ですね、中骨とあと皮、これをですね唐揚げにして、でさらにですね、中骨なんかはじっくりと弱火でカリッとするまで揚げて、
骨せんべいとして出してます。これがね、酒のつまみとしては最高なんですよね。そうしましたら皮を削いでいきたいと思います。皮もね非常に美味しいので、先ほど言ったように唐揚げにしていきたいと思います。トラフグなんかをさばく時もそうなんですけど、こうやってね皮を剥ぐ時っていうのはやっぱりね包丁が切れないとできないんですよね。そしたら他の魚も同じようにやっていきます。そしたらね、ここからは三枚おろし、中骨に沿って包丁を入れます。多少ね中骨に身がついてても結局唐揚げにするので、ある程度でいいですよ。皮剥ぎとかね、あとフグ系、真フグだったり赤目フグだったり、あとマゴチだったり、その手のはね同じような体の構造をしてますので、三枚おろしのやり方も一緒ですね。はい、こういう形で身を削ぎます。裏にして同じようにやります。さっきね中骨に身がついてもいいよとは言ったんですけれども、やっぱりねメインは刺身なのでね、あんまり中骨に身がついちゃうとちょっとね刺身にする量が減っちゃうので、刺身が寂しく見えちゃうのでね、なのでそういったバランスを見るのも心がけたいですね。はい、身を取って中骨だけになりました。でね、トゲあるとちょっと危ないので、トゲがあった場所は叩いて取るようにしてます。なんかね熱を加えると無毒化するそうなので、特にね今のところはやらなくてもいいそうです。ただねトゲが口の中に刺さるとちょっと嫌なので、そういった意味でも取ってました。はい、では部位ごとに分けました。いかがだったでしょうか。本日の仕込みは以上となります。ご意見などありましたらコメントいただけると嬉しいです。次回はねオコゼの刺身とあと唐揚げを紹介したいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。せーの。